今日は酸素摂取量その2、酸素摂取量が低下する原因について、お話しします。酸素摂取量、特にピーク VO2 が低下する主な原因ですね。その丸1、最後まで漕ぎきれない場合です。この右下の絵で黒い線が正常で、赤い線が、今回の症例ですね。で、正常にピーク VO2 というか、VO2 は、増加しているんですけれども、途中で終わってしまうと。で、そのうちの一つが筋力低下。筋力低下の場合、多くの場合には、AT も低下して、パーセント AT も低下して、パーセントピーク VO2 も低下するんですけれども、稀にパーセントピーク VO2 が、例えば 60% で、パーセント AT が 80% ぐらいの場合があります。で、そういった場合にはもう明らかに、重いペダルを漕ぐ力がなかったということで、筋力不足ということが考えられます。で、2番目は虚血、心筋虚血の場合です。虚血が起こって胸痛のために運動継続ができなくなった場合が、こういう場合には多いということが分かっております。で、意外とですね、これ虚血の原因、カルプリットリージョンというものがですね、遠位部 4PD とかそういうところでも痛みが強い場合あるんですね。横隔膜に近いと痛み強いんですかね。すごく血管径が 1.5 ミリとかそのぐらいしかないのにかなり頻回に胸が痛いという方を昔よく経験しました。で、そういう場合にもう、自転車こいでた時に胸が痛いからパタッと漕ぐのをやめちゃう場合があります。で、そういう場合には虚血が原因ということです。で、それから PAD、これは末梢動脈の狭窄による下肢骨格筋の虚血というやつですね。PAD は過失による運動中断、フォンテーヌ分類の2度の場合ですね。もう足が痛いからもう漕げないと言ってやめます。で、足が痛くないレベルでは、正常ですから、AT がそれほど低下していない場合もあります。一般的には PAD の人はあんまり動かなくなっていますから AT も低下するんですけれども、運動療法やっている場合には AT は割と良くなっていくと。ですけれども、ピーク VO2 の方が、これも改善していくんですけれども、改善の度合いが悪くて、やはりパーセント AT の方がパーセントピーク VO2 よりもちょっと高めという場合もよくあります。で、4番目は心拍出量の増加不全で、静脈の場合など、ペースメーカーの時なんかがよくあるかもしれません。これ1回目の時カーディアックアウトプットと酸素摂取量は比例すると言いましたけれども、このカーディアックアウトプットがだんだん伸びていくはずのところは伸びなくなると、ストロークボリュームっていうのがですね、ピークの5割ぐらいのところでも頭打ちになりますよね。それを心拍数が増加して補っているんですけれども、静脈だとそれが補うことができない。ですからストロークボリュームの頭打ちをカーディアックアウトプットがもろに受けて、やはりカーディアックアウトプットも伸びなくなると。で、そうすると酸素摂取量が伸びなくなるというようなことですね。次の、パターンとしてピーク V.2 が低下する主な原因 ② として、酸素摂取量 V.2 の増加率が低い。この黒い線が正常、赤い線が異常なんですけども、最初から傾きが浅いんですね。これはデルタ VO2 オーバーデルタワークレートが低いというふうに表現します。で、この一番最初の原因として酸化酵素活性が低いと。筋肉のファイバーとしてはタイプ 2B ファイバーが増加するとか、毛細血管密度が低下するというようなことです。で、これはですね、上の筋肉が正常ですね。側筋と遅筋が程よく分布してるんですけれども、タイプ 2B 背筋の方、側筋の方だけが増えてしまってというか、そっちは残って遅筋の方が細くなってしまうというようなことが起こると、酸化酵素活性が悪くなってデルタ VO2 デルタワークレートが低値を示します。
こういうふうになるのは心不全の場合とかフレイルの場合とかそういうような場合であります。でそれから骨格筋血流量そのものの低下、こういうふうに毛細血管、それからその手前の部分、そういうところまんべんなく血液が運動中は行き渡るんですけれども、これがこう半分ぐらいになってしまうと、運動に関われる筋肉があったとしてもそこに行く血流がないですから酸素がないということで、酸化酵素活性が正常であったとしてもデルタブツデータワークレートが低下をします。でそれからあと MR 僧帽弁逆流症の一部がこういう動態を示すことがあります。僧帽弁逆流症 MR っていうのは安静時、マイルドで、負荷中にそれはモデレートとかシビアになることがあるというのは知られるようになったんですけれども、これある閾値を超えると急にひどくなるということではなく、運動開始とともにじわじわ逆流量は増加していくということが報告されています。ですから、左室が縮んでもその縮んだ分の一部が左房に戻ってしまうと、その分左室からの前方心拍出量というのの伸びが悪いということでデルタ V4 デルタワークレートが低いという現象が起こります。3番目、この VO2 のランプ負荷中の伸び、途中までは正常なんですけれども途中から急に、伸びが悪くなると、デルタ V4 デルタワークレートが途中から低値を示すと。でそれの、代表が虚血です。で心筋虚血、ハイバネーションとダッシュというふうに書いてありますけれども、ハイバネーションっていうのは慢性の心筋虚血の場合に心筋細胞の収縮力、拡張のその辺が低下する、ですから心ポンプ機能が落ちる、そういう現象のことを言って、こういう負荷中に急激に虚血に陥った細胞の動きが悪くなることをハイバネーションという言葉を使っていいかどうかというちょっと議論があるので、ダッシュを使ったんですけど、同じような意義だということです。でこれはですね、先ほどパタッとやめるのは 4PD とか末梢の血管でもあり得ると言いましたけれども、これは割と中枢の話です。この冠動脈の、青で囲ってあるところ、5番 LMT があったらちょっと嫌ですけども、LAD6 番の、ジャスト 90% とか、あと OM も結構大きいことが多くて OM でも起こることあります。あとは1番2番ですね、そういうような筋部病変の場合には虚血に伴う影響を受けるエリアがかなり広範囲になるわけです。でその広範囲な部分の心筋の動きが悪くなりますからポンプ機能が大きく低下するということで V.2 の伸びが悪くなるということが示されています。でただしですね、この緑の図見ては欲しいんですけれども、負荷中ランプ負荷中 CO カーディアックアウトプット、白い線はこれまっすぐ直線的に増える。その時に何度も言ってますけれども、赤い線ストロークボリュームというのはAT レベルで、普通横ばいになってそれをハートレートで補うんですけれども、虚血でそのストロークボリュームの伸びが悪くなっても心拍応答が強くなって、ストロークボリューム低いのを補うんですね。人の体はそういうふうにできて、どうにかして心拍出量カーディアックアウトプットを一定に保とうという働きがあるんです。ですから、普通はですね、ある程度広範囲な虚血が起こっても V.2 には影響出ないことが割と多いんですね。影響出るのは VO2 オーバーハートレート、そのうちお話しますけれども酸素脈の方ですね。でところがですね、 BB このベータブロッカーを使っていると心拍応答が代償的に、速くなるということはできないんですね。ベータブロッカーのために心拍応答の増加率が悪くなる。ですからストロークボリュームが伸びが悪くなったらそれの波をまともにカーディアックアウトプットが受けて心拍数が低下して、でそのために酸素摂取量の傾きも低下するというそういう現象が起こります。虚血の場合にはベータブロッカー使っているか使っていないかに応じて、V.2 に影響が来るかどうかが分かるということです。で2番目はHEF、PEF、拡張障害ですね。で拡張障害もあるレベルに到達すると
急に V.O2 の伸びが悪くなるということは分かっています。このヘフペフっていうのは頻脈に弱いんです。特に100、110ぐらいを超えるとですね、ストロークボリューム増加率が低下するんですね。その AT とかピークの5、6割の時点で100に到達していなければ、もともとそこからストロークボリューム伸びなくなりますから、あまりペフとしては目立たないんですけれども、そうじゃない場合にはですね、AT とかピークの5、6割になる前にハートレートが110に達してヘフペフがあると、いきなりそこでストロークボリュームの増加率が低下してしまうことがあります。で、そうするとですね、V.2 の伸びも悪くなるということですね。で、これに関して心電図の絵を描いたりいろいろした説明があるんですけども、それはヘフペフの心理派のところでお話しします。あるいはヘフペフの CPX のところでお話ししますので、お楽しみにしてください。で、それからあとは AS、PPM、HOCM。PPM というのはですね、ペイシャントプロセシスミスマッチ、患者人工弁ミスマッチですよね。最近の人工弁、大動脈弁、あまり多くないんですけども、昔の大動脈弁はですね、19ミリとか入れるともう入れた途端にもう AS そのものなんですね。で、弁孔面積が非常に狭くって、必要な心拍数を出すことはできないわけです。で、AS にしてもその PPM にしてもですね、HOCM にしても安静時とかウォームアップレベルの心拍数量には十分な開口エリアを持っているんですが、ある程度以上心拍数を増やさなきゃいけない時にもう応じられなくなってしまうと、そういうようなイメージです。ですから途中から V.2 の伸びが悪くなるということなんですね。で、ヘフペフもそうですけれども、これらの病気では脈を速くしてもあんまり、それで補うことはできないんですね。もともと出口が狭い場合には。ということで、ベータブロッカー使っていればもちろんなんですけども、使っていなくても、V.2 データ V.2 データワークレートは低下をしてしまうことが多いということです。で、これその絵ですけれども、例えばですね、血流速度 2.5、VA が 2.5 以上、そういうような時にはですね、いくらでも血流量を増やせますよね。ところが下の絵のように、Vmax がですね4メーター以上とかですねになっていると、あまりうまく開くことはできないということで、そうしますとこの弁孔面積よりももっと血流量を増やすために開かなければ本当はいけないような状態の時にはそれに応じられなくなるというようなところですね。V.O2 の伸びが、3つのパターン、異常がありまして、途中までしか伸びない場合、最初から傾きが悪い場合、途中から伸びなくなってしまう場合、3つあって、それらの主な原因というのは、今日話したような内容があるんだというようなところを、これは割とよくある疾患ですから、皆さんよく覚えておいてください。今日は以上でおしまいにします。